集落町並み探訪学、天坂の村を歩く。今回は紀伊山地南部です。山の上に形成された山岳集落天坂の村が分布する中央構造線の南側に連なる西南日本外帯山地。その一つ、紀伊山地の山岳集落を十津川水系北部、南部、そして北山川水系にあたる東部の順に紹介しています。今回は紀伊山地南部です。十津川村の南部、十津川本流と支流西川が合流する場所にある果てなし集落、そして十津川村の南端にあたります和歌山県境のすぐ近くに位置していて、十津川右岸の斜面に棚田の広がった七色集落を紹介します。奈良県和歌山県境の一部である果てなし山脈の北東に伸びる尾根の一つが十津川と支流西川との合流点に向かって下っていってます。果てなし集落はその尾根の先端稜線上に位置しています。世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道は真言密教の総本山高野山から熊野本宮大社へ至る道のことですが、果てなし集落はその一つである小辺地という古道が通る集落として熊野古道を歩く旅をされている方々の人気スポットにもなっています。七色集落は十津川郷を縦走する動脈である国道168号線に沿った場所にあり、すぐ近くで和歌山県本宮町に接しています。集落は十津川右岸の南東に向かって下る緩斜面上に立地していて、上から下まで段々に棚田が築かれていまして、この棚田の中に家々が建っているというとても美しい景観が見られます。谷底から一気に登ってきたこの道が小辺地という熊野古道の一つ。尾根の稜線上に沿って集落内を貫通しています。果てなし集落は十津川村の天坂の村としては小さな部類に入りますけれども、この立地している稜線上はとても狭く、十津川あるいは西川に下る斜面が非常に急勾配のため、谷底からの高さを感じることができる大変特徴のある集落といえます。古道の石畳とか屋敷地や畑を築いた石垣が見どころになっていまして、民家も十津川村ならではの打ち下ろしが見られます。七色集落の最上部です。こうやって上から眺めるとそんなに斜面じゃないように見えるんですけど、結構な斜面でした。登ってくると分かりますけどね。この棚田を構成する石垣も高さが高いですね。それだけ急斜面ということなんですが、綺麗ですね。棚田の中に宅地があるっていうのが面白いね。道を挟んでハデが並んでます。ハデというのは収穫した作物を干す装置のことで、天坂の村では共通して見られるものです。完全に後ろ側の屋根が斜面にくっついてます。
斜面に屋敷地を築くために積み上げられた石垣が地面より高くなった石塀へと続いていますが、このような形態はですね、和歌山県や三重県の集落によく見られます。十津川村は北部は奈良県の五條市、南部は和歌山県の新宮市との結びつきが深いと言われていますけれども、そのことを示す特徴の一つと言えるでしょう。屋根の端部に面を合わせるようにつば面が鉄板で塞がれているのがよくわかります。風雨が激しい地域ならではの民家形態と言えるでしょう。そして打ち下ろしが巡らされた屋根。石垣が屋根と連続するように作られているのも十津川村の中での七色集落の特徴だと思います。十津川左岸の支流、芦ノ瀬川からさらに分かれた大野川の谷に面する大野集落、そして芦ノ瀬川左岸の斜面上に形成された高滝集落を歩きます。十津川村の東部、大峰山系の最南端玉置山を源流とする十津川の支流の一つである芦ノ瀬川のさらに支流にあたる大野川、その右岸斜面上に立地しているのが大野集落です。紀伊山地北部で紹介しました武蔵集落のちょうど山の反対側に位置していまして、周辺には集落が少なくて独立感が強い場所です。集落の高さは谷底から見て75メートルから150メートルあたりまで分布していまして、斜面の傾斜がきつく家屋の戸数も多い印象で、十津川村の中でも3本の指に入る展開度と言えるでしょう。芦ノ瀬川の左岸斜面上に立地する高滝集落は谷底から150メートル以上もの高さにあります。集落のある土地そのものは傾斜が緩くはなっているものの、この谷底との間が非常に切り立っているため展開度が強調された印象の集落です。大野集落の真ん中あたりに平らな広い敷地がありました。ここはかつて小学校があった場所。斜面に平らな敷地を大きく取ろうとすると上下には高い石垣が必要になります。そして等高線に沿って棟を並べている天坂の村ならではの家並みを見下ろします。斜面に対して垂直方向にまっすぐ道が伸びています。こういう縦道は美地形に従ってある程度は曲がるものなんですが、ここでは不自然なまでにまっすぐ。勾配がきつくて登るのも大変です。高い石垣から屋根付きのテラスが張り出している。作物を干せるようになっているので、大型の派手場といったところでしょうか。すごい。斜面が階段状に切り盛りされているので、屋根と畑が連続しています。なんか埋まってるように見えるな。高滝は十津川の支流芦ノ瀬川の南岸傾斜地に立地している十津川村の典型的な集落の一つです。高地が少なく山林が多い。つまり林業が生業の中心だった集落で、杉やヒノキを産出していました。木材は昔はいかだにして
十津川を流して新宮へ、出荷していましたが、昭和35年に林道が開通してからは陸送に切り替わったそうです。家屋は母屋を中心に納屋などの付属屋が左右に並んでいて、母屋の中も部屋が横一列に並んでいます。前庭の入り口に門をしつらえているのもこの地方の特色の一つです。十津川右岸の支流西川沿いに入っていきましょう。一つ目は西川のさらに支流にあたる上湯川の北側斜面、かなり高い場所に形成されています出谷殿井集落です。そして最後は西川を奥へ奥へと進んでいって、ほぼ源流と言っていい場所にある西西川集落を訪ねます。出谷殿井集落は上湯川谷の北側、日当たりの良い南斜面のかなり高いところに立地しています。しかも谷の幅が狭いために、下を走っている道からはほとんど集落の存在に気づくことができません。分岐した細い道を登っていくと森がなくなり視界が開け、こんな山の上に集落があるぞと驚かされます。さらにそのような高所でありながら棚田が広がっているということで二度びっくりすることになるでしょう。西川の最上流部にある西西川集落、映像でもお分かりのように後ろには標高1000メートルを超える奈良和歌山県境の稜線がすぐそばまで迫っている、そのような場所です。集落は深い谷から駆け上がった南斜面の中腹、これから峠越えとなる国道425号線に沿って形成されています。昭和34年に林道が通じたんですけれども、それまでは小坪瀬という西川沿いの集落まで約10キロ歩いていかねばならない、そんな辺境の地でした。出谷殿井集落を歩きます。谷を見下ろすといかに高い場所かが分かりますが、対岸の山は冒頭に訪れた果なし集落へ続く果なし山脈の稜線です。斜面に石垣で築かれた宅地は極端に奥行きが狭くて横に長い。家屋も等高線の線形に沿って並んでいて細く長いことが分かります。この斜面の上に建っているお宅、殿井集落で最も高い場所にある家になります。これって棚田ですかね。こんな山の上だけど、向こうにもね見えるんだけど、こんな山の上に棚田作れるんだね。とにかく斜度がすごいね。このようにですね、すり鉢状に高地と宅地が段々になってます。十津川村ではですね、天坂の村全般ですけど、前庭が少ないんで収穫した稲をかける装置が必要なんですね。そのためのこの柵なんですが、これをですね派手場っていうらしいです。はしご状のものを幅広くして、間にも数本の支柱を入れて穴を開け、それに何本もの派手竿を通した施設。上には狭い川吹きの屋根が乗っている。これ今トタンですけどね。もう一つこの紀伊山地のですね天坂の裏の民家で特徴なのが、軒先にこうつけられた
垂れ幕のようにつけられた材なんですけど、で谷の上にこう立ってるもんですから、雨がですね下から吹き上げるんですね。それでその雨がこう、入ってきて雨漏りしないように、それを防ぐための幕板みたいなものがついてます。これをスバルの打ち下ろしっていうそうです。そこに吊り橋が見えます。街道はですね、山の中腹を走ってたと思うんですが、川の向こう側に集落があったりすると、そこに渡るための吊り橋がああいうふうにあるんですね。国道425号線、これもうすごい1時間ぐらい走ってますよ。なかなかつかない。十津川の支流、西川の最上流部にあります瀬西川という集落を訪れます。西川の谷では一番奥ですね。もうそれを先行きますと峠があって龍神温泉の方に行きます。この国道425号線ですが、実は紀伊半島東海岸の尾鷲から西海岸の田辺を結ぶ延長約180キロに及ぶ道で、紀伊山地の最も山深いところで半島を横断しています。ご覧のような細い幅員が延々と続く、ほとんど道路改良が進んでいない国道として知られていまして、俗に言うひどい道と書く国道の一つに数えられているそうです。その国道425号線に沿って家を並べる瀬西川の集落ですが、街道町のように平入りの建物が並んでいる場所があります。十津川村市の瀬西川の説明を読みますと、林道開業後に雑貨店が1軒できたと書いてあったので、おそらくこの建物がその雑貨店だったのでしょう。それでも当時、和歌山県の龍神や田辺から峠を越えて荷を背負った行商人がやってきては衣類や薬などの販売をしていたそうです。村の中心から遠く離れた地区では村の外の地域との方がつながりが深いという山岳集落らしいエピソードです。十津川村は明治22年に大水害があり、当時北海道への移住者を多く出しました。北海道の石狩平野に新十津川町という名前の町がありますが、十津川村から約2500人が移住して作ったその村が発祥となっています。この瀬西川地区での水害は小さかったそうですが、非常に不便な場所でもあったため、当時9戸50人が北海道へ移住したんだそうです。十津川村の背骨となっている国道168号線の分岐点から1時間車を走らせてやっとたどり着ける瀬西川集落。十津川村が我が国を代表する秘境であれば、瀬西川は秘境中の秘境となるでしょう。浜坂の村を歩く旅は次回が紀伊山地編の最後になります。北山川水系を中心に奥吉野にかけての集落を訪ねていきます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。